Welcome Access チャンネル国木田沙イラです。モデルです。あとクリエイティブダイレクターもやっております。私はロンドン生まれパリ育ち、ずっとパリ育ちなんですけど、19歳までパリだったので、実はパリってフランス自体はすごいフリーな国で、すごいアーティスティックなとこもあって素晴らしいと思うんですけど、実は私が子供の時に私はフランス人ではないので、やっぱりそれはすごい感じたこともあるし、やっぱり子供の時ってどうしても、グループにも入りたいし、自分のアイデンティティってものすごい大事なことだと思うんですよね。で、実は子供の時にママに日本人の血が入ってるのがすごい力になるよって言われてて、今では分からないことでもあるかもしれないけど、大人になったら分かるよって言われて、確かにお母さんはいつも間違えてないです。2015年に日本に初めて来ました。パパがイタリア人でお母さんが日本人で、フランスに住んでた時には、私がフランス人なのかイタリア人なのか日本人なのかちょっと混乱して、もっと深く言うなら、どういう人間なのかってずっと知りたくて、実は日本に来たんですよね。2015年に日本に着いた時には、本当にやっと自分のホームに戻ってきたっていう感覚だったんですけど、結構カルチャーショックなとこもありました。例えばノーがないこと、ノーっていう言葉がないっていうのはフランスから来るとノーしかないイエスがあんまりないので、初めて気づいたのはなるほどっていうのはノーっていうこと日本ではそれが一番初めてのカルチャーショックだったし、やっぱり日本の場合はチームとしてみんな進んでるので、グループとしてみんなで進んでるので、ヨーロッパとかアメリカの場合は自分まず自分で進んでるので、日本に来てからもっといい人間になったと思います。やっぱり人のことも考えるようになったし、もうちょっとソフトになったから、それはすごい素敵なとこもあるんですけど、実はクリエイティビティでもテクノロジーでもやっぱり一番上手い人が上がるべきなので、それはカルチャーのとこもあるんですけど、もちろんその、先輩のカルチャーもあるんですけど、ものによってリスペクトよりはプロダクティビティが大事なので、そこが多分壁だと思います。あとちょっとハリー・ポッターみたいな感覚でした。だから私の家族のことみんな知ってたけど自分だけが知らなかったっていうのは結構私にとっては感動しましたね。国木田ドッポの場合は彼は日本のことをもっとエクスペンドさせたかったっていう考え方はすごい強かったと思うんですよね。明治時代でも海外と外国の方とコネクションも取ってたし、やっぱりその100年経って私がハーフで世界も見てきてきたのは彼のおかげでもあると思うんですよね。だからもちろん会ったことはないんですけど影響はすごいありました。でやっぱり何やっても叩かれる世界なので、多分彼の場合もそうだったと思うんですよね。今から見ると素晴らしいっては思うんですけど、彼の時代は結構叩かれてたと思うので、やっぱりどっちみち何やっても叩かれるので、ボックスから出るとどっちみち言われるんだから、自分が思うこと発言することとか、書くこととか、彼の場合の素晴らしいところはやっぱりコマーシャルじゃなかった。お金のためにやってたことじゃないので、だからこそみんな覚えてると思います。あと何ですかね。女性の見方。やっぱりフランスだと女性はすごいインディペンデントで強いし、日本人の女性はもちろん強いんですけど、見せ方が全然違うと思うんですよね。やっぱりフランスだと自分の意見がないとあんまり良くないって言われるんですけど、日本の場合はもっと静かな女性がエレガントで綺麗って言われてるので、やっぱり自分も大人になってきてどういう女性になりたいのか、やっぱりカルチャーが混ざってると自分がどういう人間になりたいか選ばなきゃいけないので、それはちょっとチャレンジングなとこもあるけど、すごいラッキーでもあります。モデルは10年もやってるんですけど、恐ろしいくらい早いですで、私の場合はファッションの勉強もしてきたし、ただファッションってすごい深いとこもあるし、ポリティカルなとこもあると思うし、あとモデルの仕事の楽しいとこはやっぱりその世界観を作ること
ただそこに座って立つだけじゃなくて、やっぱりそのブランドの世界観もカメラマンの世界観も雑誌の世界観もリアルに持ってくることで、そのクリエイティブの部分が大好きで、実はずっとクリエイティブの仕事したかったので、監督になりたかったんですよね、子供の時から。で、もうこのモデルの仕事もすごい勉強になりましたし、徐々にそのクリエイティブの世界にも向かってすごい勉強になって、それはすごいありがたいです。クリエイティブダイレクターもやってて、ファッション学校にパリに行ってきて、ナミクリエイティブっていう事務所を立てたんですけど、エグゼクティブプロデューサーとも仕事してて、やっぱりファッションっていうのは、ヨーロッパのブランドとかアメリカのブランドの方が多いんですよね、もちろん。ただ日本のマーケットはものすごい独特なところもあるし、日本人にしかわからないことも多いんですよね。でもちろんヨーロッパ人にしかわからないことも多いので、やっぱりその世界2つの橋を作ることで、広告もそうなんだけどファッションもそうなんだけど、服を売るとかだけじゃなくて、物だけ売るじゃなくて、やっぱりエモーションを作る仕事なので、それってそのカルチャーもサイコロジーもわからないと結構限度も出てくるので、やっぱり日本のマーケットのために日本人が感動してくれるものを作るのが大事にして、やっぱりそのヨーロッパのブランドのイメージを崩さないことで、それって結構チャレンジングなとこもあるので、実は日本と、例えばフランスとかイタリアって結構コネクションも昔からあるので、その世界観をミックスすることは全然できることなので、ただどっちの国もちゃんと分かってないと実はちょっと外れちゃうとこもあるので、それをミッションにしております。クリエイティブダイレクターとして初めての仕事が結構記憶に残っております。ゴジビビエのキャンペーンだったんですけど、ゴジビビエの場合はすごいパリジャンのエネルギーもあるし、そのエレガントだけどデキャダントなとこもあるから、それをどうやって日本っぽくするのか、アイデンティティ自体がすごいパリジャンだったから、ですごいなんかラグジュアリアスなリッチなイメージなので、その時代に日本はどういうとこなのかって考えた時に、もちろん日本もすごいラグジュアリアスな時もあったし、それを一つ一つのピースをアートピースにさせること。そのキャンペーンのコンセプトがアートオークションだから、物だけじゃなくて、靴だけじゃなくて、バッグだけじゃなくて、アートピースとして、見せてたキャンペーンです。ですごい勉強にもなって、すごいフリーダムももらって楽しかったです。今日のコーディネートは、ブレザーがラコレクションっていうブランドから来てるんですけど、ラコレクションの場合はもう全部シンプルのカットでできるだけハイクオリティの生地使ってるブランドです。だからクワイエットラグジュアリーって言えるのかな。ロゴなし、シンプルのカット、シンプルの色。ラグジュアリーハイクオリティの生地です。普通に黒いデニムに白い T シャツに、それだけだとちょっとマスキュリンになっちゃうので、それがスタイルだと全然 OK なんですけど、今日はちょっとフェミニンっぽくやりたかったので、バンクリーのネックレスと、ハリー・ウィンストンの時計です。昔からエルメス大好き。今日履いてきた靴もエルメスなんですけど、これも20年ぐらい持ってるもので、乗馬にも使ってて、街でも使ってるものなんですけど、強いです。まずデザインが可愛いっていうのもあるんですけど、クオリティがものすごい高い。色的には正直すごいなんかカラフルバブリーなファッションではないんですけど、白、黒、ベージュが多いかな。フレンチスタイル。ビューティーに関しては日焼け止めそれってアジアでは当たり前なことなんですけど、ヨーロッパから来た時にもう日焼け止め全く使わなくて、それをものすごい大事にしてます。やっぱりビューティーだけじゃなくて健康のこともあるので、日焼け止めの場合は、それはマストです。外が雨でも家でコンピューターで仕事してても日焼け止めしてます自分らしく生きていくこと、それはやっぱりすごいヨーロッパっぽいとこもあるかもしれないけど、毎日を大事にすること。結局明日があるか来るかわからないし、それはちょっと暗く感じるかもしれないけど、実はすごいハッピーなことだと思うんですよね。明日がなかったら今日を大事にすること。あとそんなに怖がらない。どっちみち
終わる時あるので、なんかやっぱり自分らしく生きていくことはすごい大事だと思う。でもちろんモデルの仕事もやってて、インスタとかも見てる方いるかもしれないんですけど、すごいリッチラグジュアリアスな生き方に見えてるんですけど、実は私が一番ハッピーで幸せな時は馬の周りにいる時だし、自然の周りにいる時だし、例えば明日おしまいだったら、そんな別にすごいラグジュアリアスな生き方じゃなくても全然私が大好きな人たちと自然にいたい24時間が残ってたら、もちろんゴールもあるのもすごい大事だし、仕事で成功したいのも大事だし、やっぱりオブジェクティブあるのは人間として大事だと思うんですけど、本当に自分にとって大事なものを忘れないことで、それは私たちの世界だとすぐ忘れちゃうかもしれないけど、たまにストレスとかになる時には一回ステップバックして、自分は本当にどういうことをやりたいのか、自分の心の中ではどういう人間なのかっていう忘れないことが私のインスピレーションです。成功っていう言葉がこの5年で結構変わりました。コロナの影響もあったと思うんですけど、それを5年前に聞かれたら多分、キャリアを成功した。スピーカーとしてテッドできました。いろいろやりました。ただ今聞かれると成功したとこは自分のことをなくさないこと。やっぱり人の前に出る仕事をするとやっぱりそういうこともあるかもしれないし、自分らしく生きてるのが私の成功。成功っていう言葉は今から5年したら変わるかもしれないけど、10年したら変わるかもしれないけど、今日聞かれると自分らしく生きるのが成功。私の中で大事な言葉は、失敗しないと成功はできない。試してみないと成功はできない。どっちみちもう失敗。やらないだけで。やってみないともう失敗なので、どっちみち人生は早いし短いし、やってみないとわからない。で、やっぱり日本のメンタリティもあると思うんですよね。失敗したらそれから戻れないっていうのもあるかもしれないけど、もちろん仕事以外でもチャレンジできることはあるから、やってみること。どっちみちコントロールできないことが多いので、やってみないとわかりません。ハッピーに生きていきたい。子供の時にどういう大人になりたいって聞かれたら、I wanna be happy。幸せな人間になりたいっては返事したんですけど、それって普通に感じるかもしれないんですけど、ものすごいチャレンジングで難しいことなので、力を抜けることを大事にしたいかも。この10年やっぱり力を入れて頑張んないと成功できない、辛くないと成功できないと思ってたので、別に辛くても辛くなくても一緒のレザルトなので、だからそれを辛い部分を楽しくすること。やっぱりそれもカルチャーのとこもあると思うんですけど、辛くないとイナフじゃない、辛くないとできないっていうのは私の中ではそこはすごい変わりました。で、力を抜くほどいいものが来るし、リラックスして楽しめるし、長く生きる。だからそうですね、力を抜くことです。今日はアクセスチャンネル聞いていただいてありがとうございました。